はい、今回はシネマ 4D 入門解説の第5弾としまして、こんな感じのオブジェクトを曲げて揺らす表現の作り方をご紹介していきます。まずこのオブジェクトを曲げる表現なのですが、デフォーマの屈曲を使用します。この屈曲デフォーマーなのですが、初めての方がルールを分かっていないまま使うと思い通りに使えなかったりしますので、今回はこちらの基本的な部分をご紹介していきます。まず屈曲のルールを理解するためにサンプルの立方体を配置します。立方体を配置して高さを伸ばして曲げれる状態にします。位置を上に移動しておきます。で、この立方体の棒を曲げる場合、屈曲デフォーマーを配置します。そしてこの屈曲を立方体の中に移動します。そして屈曲を選択すると下に設定が出てくるので、まず親に合わせるを選択します。今屈曲の形、この立方体の形、デフォルトの形になっているのですが、親に合わせるをクリックすると、この立方体と同じ形にフィットしています。この状態で強度を上げていくと曲がるということなのですが、今こんな感じで曲がっていませんね。まずこれが一つ目のルールとなります。このオブジェクト今、表示、グーローシェーディング線にして、ポリゴンの分割を表示しているのですが、分割されていないんですね。ですので曲げることができません。立方体を選択して、縦方向、Y 方向の分割数を増やしていくと、こんな感じで曲がっていくと。分割数が多ければ多いほど滑らかに曲がっていくと。これがデフォーマーのルールとなります。曲げる方向にポリゴンが分割されていないといけないという感じですね。なくすとこんな感じですね。こんな感じで曲げることができます。屈曲を選択して強度で曲げ具合。さらに角度でひねりですね。なんかを加えることもできます。そして次に、この屈曲を曲げる方向を変える場合、この屈曲自体の角度を変えてやります。例えば、縦に90度屈曲を回転させます。この状態で親に合わせます。すると曲がる方向が変わります。今分割されていないので、分割数を増やしてから一度0に戻します。強度を上げていくとこっち方向に曲がっていくと。こんな感じですね。こういった形で屈曲自体の回転方向、屈曲自体のオブジェクトの方向を変えることで、オブジェクトを回転させる方向を変えることができます。この2つがまず屈曲を使う上での基本的なルールとなります。では実際にここから作例を作っていきます。まずテキストを配置します。もうグラフ、もうテキストを配置して文字を打ち替えます。中央配置にしてフォントを変更します。太めのフォントを使います。そして押し出しを60としておきます。そしてグーローシェーディング線で分割を確認していきます。保管法最適から細分化5センチとしておきます。次にキャップ
四角ポリゴンにして正方形分割にチェックを入れて、こちらも5センチとしておきます。こんな感じですね。これで分割できました。そして後でオブジェクトを一つにまとめるので、シングルオブジェクトで生成にチェックを入れておきます。この状態で編集可能にします。こんな感じですね。バラバラの文字が中に入っています。すべての文字を外に出します。そしてヌルを削除。こんな感じですね。一文字ずつ押し出しが配置されています。これをさらにすべて編集可能にして一つのオブジェクトにします。すべて選択した状態で編集可能にする。これでここのオブジェクトになりました。次にアンカーポイントをそれぞれ中央に配置しておきます。メッシュ、軸を中心、軸ツール、ポイントを中心、コーオブジェクト、すべてのオブジェクトをチェックを入れて実行します。すると、今曲げての極の中央に行きました。次、下、選択して実行。手、選択して実行。ゆ、実行。れ、実行。る、実行。これでそれぞれアンカーポイントを中央に配置することができました。表示を線なくしておきます。そして分かりやすいように色も入れていきます。すべてを選択してドラッグ。こんな感じですね。これでオブジェクトの準備ができました。ここから実際に曲げていきます。屈曲を配置。まず、曲ですね。曲げの中に入れて、親に合わせる。そして0秒の時に強度0、角度0でキーフレームを打っておき、10フレーム進めて曲げていきます。こんな感じとしておきます。2つともキーフレームを設定します。そしてさらに10コマ進めて、両方とも0。キーフレームを設定。すると、こんな感じですね。伸びて戻るような動きとなります。こんな感じで全ての文字に設定していきます。屈曲を選択してコントロールキーを押しながら下にドラッグすると複製できるので、そのまま下の中に入れちゃいます。こんな感じですね。そして時間を10フレームのところに設定して曲げ具合を変えていきます。せっかくですので屈曲自体のアングルを変えて、この状態で屈曲をまた親に合わせて曲げ具合を変えていきます。今後ろに行っているので横軸を180度回転させて前に持ってきます。こんな感じですね。調整していきます。キーフレームを設定するとこんな感じですね。さらに続けていきます。屈曲を複製してコントロールキーを押しながらドラッグして手の中に、そして親に合わせる。10フレームに移動して設定していきます。キーフレームを設定します。
続けていきます。複製して、揺れの中に配置。親に合わせる。角度も変えます。キーフレームを設定。続けます。そして最後、ルーですね。これで全て設定できましたので確認します。こんな感じですね。こんな感じで曲げるアニメーションを作ることができます。続けて、この曲げる動きの反動で揺れる動きなんかもつけていきます。こういった動きの余韻をつけるときは、ジグルを使っていきます。ジグルを読み込んで、この屈曲の下に配置します。同じ階層の下ですね。すると、こんな感じで、この引っ張られて戻ってきた動きの余韻がつくようになります。で、今この余韻の時に変なシワが入っちゃっているので、これを整えていきます。ジグルを選択した状態で下にあるまず構造ですね。ここの数値を0にするとシワをなくすことができます。こんな感じですね。さらに他の強度を変えたり、効力を変えたり、硬さを変えることで、この余韻の動きが変わってきます。硬いですね。だいぶ変わってきますね。こんな感じとしておきます。そして、このジグルをすべての文字に設定します。ジグルを選択して、コントロールキーを押しながら複製してドラッグして、屈曲の下に、さらに屈曲の下に。こんな感じですね。すると、ルがずれてますね。屈曲と同じ階層に。こんな感じで曲げて揺れる表現となります。あとはカメラを配置して、アングルを決めて、ライトを配置して、
少しテカリを押さえておきます。反射スペキュラーを45。そしてライトの影ですね。エリア。こんな感じですね。これで完成です。こんな感じで屈曲とジグルを使ってオブジェクトを曲げてその勢いで揺らす表現を作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。